感染者が見つかっている国は世界で177。アメリカが最大で20万人に迫り、イタリアがそれに続きます。東京五輪は延期が決定いたしました。以上が現時点での被害概要です。では引き続き次の報告者の方は。恐れながら、我々は世界の疫病神に何果てたのでしょうか。ここはそういう場ではありませんので、次の方。疫病神に我々は最初に襲われた被害者ではないか。それはプロパガンダにおけるレトリックの話かと。感染が確認されてから2ヶ月以上も情報を隠蔽し、被害をここまで広げたとして、今世界から大貧縮。かわいそうに、君の知能レベルだと今の状況が次のステージに進んでいることが認識できないんだな。勉強のためだ。教えてやろう。感染が広がれば広がるほど、各国の報道から中国や武漢という言葉は日に日に減っている。誰もが自分たちのことで頭がいっぱいだからな。新型コロナウイルスは今、中国の問題ではなく世界の問題に移行したんだよ。いささか楽観的で。楽観ではない。君の知らない努力に裏付けられた客観的現実だよ。新たな感染者がゼロだと発表することが努力ですか。言っておくが、感染者数や死者数を意図的にゼロにした覚えはない。ではなぜたった2ヶ月の間に携帯が2000万件も解約されているのですか。金がなくなったからだろう。携帯代金も払えないぐらいにな。そもそも診断そのものを放棄しているというのは本当でしょうか。それに新しい武漢市長が正確な数字を上げてくると本当にお思いですか。君は武漢市長に政治学について教えてもらった方がいいようだな。武漢の収束宣言を待っていたかのように WHO がパンデミック宣言を出したのもあなたの政治学ですか。人聞きの悪い、友に恵まれただけの話だよ。アメリカは我々の世論戦に激しく反応しています。トランプか。せっかく世界が忘れようとしてくれているのに、中国ウイルスとな。先制攻撃を仕掛けたのはこちらです。ウイルスは米軍が持ち込んだと報道官に言わせたのは。先んずれば人を制すだ。あの男のことだ。何かイチャモンをつけてくることはとうに分かっていた。その前に言論空間をかき混ぜておいただけだよ。アメリカから様々なルートで抗議を受けています。彼らおそらく発生源について何やら確証を持っていることを匂わせています。もし CIA などが武漢ウイルス研究所について。発生源については国家衛生健康委員会の優秀なチームが特定を急いでいるところじゃないか。一体どこに特定させるつもりなんですか。さあな。少なくとも慎重で科学的な調査をしている姿勢を見せようじゃないか。トランプがレッテル張りをしている構図が際立つようにな。差別、決めつけ、ヘイトスピーチ。世界がトランプを見るフレーミングというのがあるんだ。党の中央宣伝部がそれを最大限に利用してくれるだろう。このまま応酬がエスカレートすれば武漢への国際機関の立ち入り調査を招く流れに。それができない空気を作ろうとしているんじゃないか。ソ連のグラスノスチの鉄は不満よ。私は少なくとも感染拡大時と同じ鉄は踏んでいます。これ以上隠蔽の上塗りをすれば市民の犠牲はどんどんと。市民と君はいつも言うな。だから統治者に向いていないんだよ。市民の土台には国家があるんだ。その国家を乗っ取ろうとする輩がいることをまさか君は知らんのか。知ってはおります。歴代の国家主席や首相などの長老やその息のかかった人民解放軍幹部などがクーデターを起こすという噂も確かに。その者たちに大義名分を与えないことが国家の最重要課題なんだよ。それもこれも我々が隠蔽と失敗を繰り返した。だから誰が失敗と決めた。いいか、ウイルスは外から持ち込まれたんだ。我々は最前線で戦った。そして今や感染地帯からは一抜けなんだ。
市民たちは経済活動を再開する。そして成長率を下支えする。感染の収束を聞いて各国の企業も戻ってくるだろうな。クーデターを画策する者たちに文句は言えなかろう。むしろ我が政権は史上最大の敵と戦った英雄になるんだ